皆さんは All About X Japan という本をご存知だろうか。知る人ぞ知る All About X Japan。 その名の通り X Japan に関する情報が事細かに載っているのです。公式なものではないので写真とかは一切なく、すべてテキストで構成されています。この本が発行されたのはちょうど x ジャパンが解散したすぐ後、まだヒデさんもご存命だった頃。当時 x ジャパンのファンサイトで一番大きく有名だったホワイトポエムというサイトがあった。まだインターネットが普及して間もない頃、このサイトの圧倒的な情報量、そして様々なトピックの掲示板があり、毎日学校から帰ったらチェックするのが日課でした。私も何度かここに書き込んだこともありました。All About X Japan はこのサイトを運営していた玲子さん、梅田さんという方が制作した限定300冊の同人誌なのです。当時学生だった X 我が命くんはメールで問い合わせをして指定の口座に入金し、この本を手に入れたのでした。内容は x ジャパンの今までのコンサートのリスト、ソロの活動も含めて細かく載っています。そしてコンサートのセットリストやその時に起きた出来事などのコメントも載っています。他にも掲示板で話されてきたことのダイジェストなど、アートオブライフすべての詩の解説もびっちりと書かれています。そして x ジャパンが出演したテレビ番組の情報も工事中っていうのが時代を感じさせます。内容をいくつか紹介します。オルガスムの英詞和訳解説。意味わからない人は辞書引いてもわからないと思いますし、説明してもわからないと思います。かっこ笑。A is B はビートルズの昔からうまく訳せないのでパス。品詞の不一致があって正確な意味は不明。デザイアやデスペレイトはサーストと組むとほとんど性欲です。もうめちゃくちゃなやりてーって感じの性欲。バニティは虚栄心。化粧の意味もわずかにあってディスガイズあたりと高応かな。スカイへの大義でグラウンドだから地上。ストラップとバインドは縛るで道義。バインドは運命的な、ストラップは SM のイメージの言葉。かっこ笑。英語では本来オルガスムには行くではなくカムズだそうな。どうでもいい。当時情報量の少ない時代にオルガスムの英語詞を載せ、豊富な英語力とともに和訳解説をしていたのはすごいです。バンドやろうぜ。経験者に質問。ジェラシーの楽譜にやれるもんならやってみろって書いてありますけど、実際コピーするのってどのくらいの難しさなんですか？ドラムスならラスティネイル程度のテンポならそう難しくないですが、フィルインが異常に細かく、それをどこまで再現できるかというところですね。ピアノはそう難しくないと思いますよ。弾きがいのあるのはクルシファイとかアンフィニストとか数曲でしょう。弾くだけなら多分ピアノ歴1ヶ月でも弾けると思います。上手い下手問わなければ。ただしそれは弾いてるだけで良しきを表現できていないと思います。多分本人しか表現できないと思います。ボーカルはカラオケとかで想像つくと思います。あの高音はなかなか出せないでしょう。ベースはそれなりの技量があればなんとかできる。胎児の何とも表現できない感覚は出せないけど、世界は広いもんで X よりもテクニックのあるバンドはいっぱいいます。もちろん X はその辺のバンドよりもずっと難しいバンドですよ。ただし一曲一音にあれだけの感情を含められるのは X だけと僕は思います。今では YouTube でカバーしている人たちも多い中、音楽経験者が様々なコメントを寄せていた。そして最も熱く議論が交わされていたのが都市脱退関連。なんかすごく辛いです。 X を見ようとしたり聞こうとしたりすると全て都市の声や姿が目に入ってきます。もちろん都市を嫌いになったわけではありませんが、解散の原因になったのは事実です。都市についてはここ数日で決別したつもりでいました。世間にどんなにバカにされてもいい。もう誰に何と言われてもいいから。
今でも戻ってきてという願いを持っているのでした。自覚はありますが、結構往生際悪いです。未練たらしいです。なぜ x ジャパンはトシに解散会見のことを伝えなかったのでしょうか。YOSHIKIにとって X をやめたいは最も深刻な問題で、冗談でも聞きたくなかった言葉だろうし、もっと意地悪い言い方をするならば脅迫にも使われた言葉なのかもと私は思います。圧倒的なコミュニケーション不足じゃないかな。YOSHIKIがトシの結婚についてどう思ったか、どうしたかさえ何も伝わってこない。トシが脱退した本当の理由は誰も知らず、ファンの間で熱く議論がされていた。他にもいろいろありますが、この辺で。ファンの間ではとても思い出深く貴重な一冊なのです。なんとこの同人誌をレイコさんは x ジャパンのメンバーに送り、メールで連絡をしたら、なんとヒデさんからすぐにメールが返ってきて、ホワイトポエムはよく見ています。圧倒的なデータベースに感服します。日本から送ってもらいます。ありがとう。という内容のメールが返ってきたという逸話もあるそうです。ホワイトポエムはいろいろあって閉鎖してしまったようですが、今ではレイコさんがブルーバースというブログを書いているとかいないとか、俺こんなお宝持ってるぜっていう人がいたら教えてくださいね。懐かしいと思った方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。